皆さんこんにちは。会社員のための税金豆知識。今回のテーマは医療費控除の上手な活用法です。会社員は健康第一。万一病気や怪我でお金がかかったときは医療費控除をうまく利用して税金の負担を軽くしましょう。会社員には大変身近ですが、一方で勘違いも結構多いので、この制度を上手に活用しましょう。講師のラテ先生からご覧の通り7つの項目を順にご説明します。なお、6番目の子供ができたときは上手な活用の具体例です。別な事例でも応用できると思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。第一に計算期間です。医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに実際に支出した医療費をもとに計算します。例えば、大晦日に医者にかかった場合、当日に窓口でクレジット精算し、引き落としが翌年になる場合、これはその年の医療費になりますが、請求書をもらって年明けに銀行振込をしたとき、これは翌年1月以降の支出となり、その年の医療費にはなりません。第2に足切り額です。医療費控除の足切り額はよく10万円と言われますが、正確には10万円と総所得金額等の 5% とのいずれか少ない方です。したがって会社員で他に所得がなければ、給与収入200万円の時足切り額は6万6千円、給与収入250万円の時8万3500円、給与収入300万円でようやく10万円に届きます。給与収入300万円未満の方は、医療費10万円以下の時も領収書のこまめな保存を決して諦めないでください。第3に医療費として認められる範囲です。医療費には診療、治療、療養、分娩など病気や怪我を治すために有資格者に支出するもの、病気や怪我を治すための薬代、入院代、通院代も含まれます。ただし、医療費の範囲にはいくつか注意事項があります。まず、病気や怪我を治すために通常必要であることがキーワードとなります。したがって、健康保険の適用外でも OK です。老人ホームでの介護は、医療費控除の対象として区分されている金額のみが認められます。美容整形は治療のためではないので認められません。予防接種、人間ドックなど検査は治療のためではなく予防のためなので認められません。マッサージ、張り台、医薬品等などは肩こりが原因で不眠になる、食あたりで下痢が続くなどの治療療養のためならば認められますが、単なる健康維持のためでは認められません。ただし、治療療養と美容整形、予防、健康維持との境界線には微妙な部分もあり、最終的には医師などの診断を受けた本人の適正な申告、所得税申告によることになります。美容整形の場合は、医師の診断による眼科リスクのあるほくろの除去、歯科医師の診断による歯の噛み合わせ矯正などは治療のためで医療費として認められます。予防接種の場合、流行感染症にかかると重大な持病が悪化してしまうと医師が判断し、予防接種を指示した場合には、医療費として認められる余地があります。人間ドックや PCR 検査の場合、重大な病気が発見され、治療につながった場合には、治療の一環なので医療費として認められます。マッサージ、張り台や医薬品代など、それが治療のためか健康維持のためか微妙な領域については、本人にしかわからないのでその判断とならざるを得ません。第4に、受け取った保険給付金等は差し引きますが差し引きすぎてはいけません。高額療養費、出産育児一時金、入院給付金や手術給付金は必ず医療費から差し引きます。ただし、保険金などが実費を上回ったとき、つまりもらいすぎ分は、これを他の病気の医療費から差し引く必要はありませんし、所得税法上も非課税です。第5に、家族分の医療費は1人に寄せるようにしてください。医療費控除は事故と生計をいつにする親族分も含めて申告することができます。しかも足切り額が割と高いので、家族分を1人に寄せて医療費支出をすると良いです。そして寄せるときは所得税率の一番高いものに寄せるのが鉄則です。医療費控除額は医療費の合計額から保険金など、そして足切り額を差し引いて計算します。
その結果税額として戻ってくるのは、控除額に税率をかけて計算した額だからです。中には、夫婦でも家計は別という方もいらっしゃると思いますが、こと医療費控除に限っては、よく話し合っていただくことをお勧めします。第6話、ここまでの復習も兼ねて、結婚入籍した夫婦に子供ができた場合を想定します。2人とも会社員で、妻の年収は480万円、夫の年収は420万円という前提を置きます。まず、医療費の範囲の確認ですが、子供ができた時によくあるものとして、定期的な妊婦検診があります。これは保険適用外でも対象となります。NIPT 検査、いわゆる新型出生前診断は病気を治すためではないので対象外です。無痛分娩は分娩に通常必要な範囲なので保険対象外でも対象となります。健保から支給される出産育児一時金50万円は出産費用から差し引いて計算しなければなりません。この事例の時、医療費は課税される年間給与の多いものが支払うことです。具体例で示しましょう。妻が6月に出産を控えていて、5月初めから休業する場合、年間給与は160万円にとどまります。夫は6月の出産後に8週間ほど育児休業を取る予定なので、年間給与は360万円ほどとなります。医療費は年間所得すなわち給与収入の多い方、この場合は夫が支払った方が家族としては節税となります。この場合、夫は領収書を家族まとめて保管し、それをもとに年明け以降に確定申告をするようにしてください。最近は健保からも医療費データをもらえますが、これには保険外診療は含まれません。節税のためには領収書の保管が鉄則です。なお、休業中に支給される健保からの出産手当金、出産育児一時金、ハローワークからの育児休業給付金、そして国からの児童手当に税金はかかりません。したがって、ここでの年間給与には含めないでください。さらに、子供ができた時には、親からの経済的支援が期待できるかもしれません。ただし、この時は医療費控除の前に、贈与税という税金を心配しなければなりません。子供ができると、通院、検査、出産、育児、それぞれのステージで大変お金がかかります。この時は、親から必要な費用をその都度贈与してもらった場合には、贈与税は非課税となります。ただし、費用が必要な機会にその都度贈与してもらうことがポイントです。これを怠り、一括で大金を受け取ると、受け取った子供の方に贈与税が課されることがあります。なお、医療費控除はお金をどこで調達したかを問いませんので、贈与してもらったお金で医療費を支出しても、医療費控除の適用は受けられます。第7に、還付申告の期限です。会社員は年末調整だけで確定申告をしない方が多いと思います。その場合、医療費控除で所得税還付となるときは、翌年の1月1日から5年間確定申告書を提出できます。裏を返すと、令和5年12月31日まで還付申告書を提出できるのは、平成30年分から令和4年分の過去5年間となります。忘れてしまった方は今からでも遅くないので、還付の確定申告をして少しでも税金の還付を受けましょう。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。